皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。私はオンライン日本語コーチのしおんです。このポッドキャストではネイティブが日常で使っている日本語を自然なスピードでお届けしていきます。ちょっと早いかなと思った方は速度の調整ができるので、自分の聞き取れる速度にして調整してみてください。そして YouTube で見てくれている方は CC を押すとご自身の好きな言語に設定ができるので、ご自身の好きな言語と日本語の2つの言語で確認することができます。はい、では早速今回のテーマは私のキャリアと働くということの価値観についてお話ししていきたいと思います。ではエピソード3スタート。皆さんは働くということについてどう考えていますか？ご飯を食べるため、生活のため、それとも生きがいを感じるため、働かなくちゃいけないから仕方なく働いてる、それとも社会に大きなインパクトを残すため。もちろん私も食べるために、生活をするために仕事をしてきたこともあります。そしてこれまで実は私をたくさんいろんな仕事をしてきました。働き方や住む場所も全然違います。なので今日はちょっと私の過去を振り返っていきながら、今どうやって日本語教師になったのか、どうしてこのキャリアを選択したのか、そして働くということについてどう考えているのかお話ししていきたいと思います。私は高校を卒業した後すぐに会社に就職しました。通っていたのは商業高校で、卒業後は地元の銀行に就職しました。受付で接客と営業の仕事を3年間やっていました。どうして高校卒業して大学に行かなかったのかというと、私はシングルファザーの家庭で育ったのが大きいです。なんか小さい頃から早く自分の力で生活できるようになりたいなとか、ならなきゃなって思っていました。しかも当時は将来の夢もなくって、なりたいものも特になかったし、やりたいことも特になかったです。だから目的もなく大学に行くのはなんかちょっと違うかな、お金もかかるしもったいないなと思ったので、高校を卒業してすぐに就職するという道を選びました。でもそんな中である人と出会ったことがきっかけで、私の人生が大きく変わりました。銀行員の時に私に仕事を教えてくれてた先輩が突然アイスランド留学に行くって言い始めたんですよね。それを聞いた時にめっちゃくちゃ衝撃でした。大人になっても留学行けるのって。私はずっと大人になったら働かなきゃいけない、社会に出たら働かなきゃいけないと思ってたので、その先輩が急に仕事を辞めて海外に行くっていう決断するのを見て、大人になっても別に留学行っていいんだとか、大人になってからでも学んでいいんだって思って、私も留学したいなと思うようになりました。実はもともとちょっと留学したいなとか、英語の勉強もっとしたいなと思ってたので、私もやっていいのかも、私もチャレンジできるかなと思って、思い切って銀行を辞めてオーストラリア留学に1ヶ月とちょっとだけ行ってきました。初めて一人で行く海外だったし、英語も全然その時は喋れなかったので、すっごい緊張したのを覚えています。でも最高の経験で、私のキャリアとか今後の人生がすごく大きく変わる経験になりました。オーストラリアから帰ってきた時に、今度はもっと長く留学したいなって思ったんですよね。その時たった1ヶ月ちょっとの留学じゃあんまり英語を喋れるようにならなかったので、次はもっと長く留学したいなと思いました。それでフィリピンのセブ島に留学行こうと決めていたんですけど、そのタイミングでコロナが大流行してしまって、留学は中止になっちゃいました。その時は仕事も辞めていたし、やりたいと思ってたことができなくなってしまったので、これから私は何をしたらいいんだろうとか、これからどんなことを目標に頑張っていったらいいのか分かんなくなって、もうすんごく悩みました。しばらくはもう結構無気力で、やる気とかもなくなっちゃって、家にずっと引きこもっていましただけどこのままじゃダメだなと思って、昔小さい時にやってみたかった仕事をやってみようと決意しました。その時に始めたのがお花屋さんとカフェのアルバイトです。なんか小さい時ってお花屋さんになりたいなとか、なんかケーキ屋さんになりたいなみたいな、本当みんなが思い描くような憧れの職業に私も憧れていて
でも普通に私は銀行に就職しちゃったから、二度とそんな仕事やることないかなって思っていたんですけど、ちょうどこの時やりたいことも仕事もなかったので、せっかくなら自分のやりたいことやろうと思ってお花屋さんとカフェでアルバイトしていました。2つの仕事を掛け持ちして、またいつかフィリピン留学に行けるかもしれないと思ってたので、お金を頑張って貯めていました。その時はやっぱりもう食べるために働いてたし、お金も貯めなきゃいけなかったしで、結構必死に働いていました。だけど思った以上にコロナが長引いちゃってて、なんかチャレンジしたいことがあるのにそれができないって感じで、ずっとモヤモヤしています。そんな時に私のキャリアを大きく変えるある転機がまた訪れるんですけど、ある人にライブ配信やってみたらって言われたんですね。なんかフィリピン留学も延長になっちゃったし、アルバイト掛け持ちしてるけど、やっぱりなかなかアルバイトだけじゃお金を食べるの難しくて、ちょうどやりたいこともなかったし、やってみようかなみたいな軽い気持ちでライブ配信を始めました。なんですけど、これがめちゃくちゃハマってしまって、毎日配信三昧でした。もうハマりにハマりすぎて、1日24時間一度も寝ずに配信したりとか、12日間1日も休まず毎日10時間以上の配信をしたりとかしていました。なんかそれぐらい夢中になってやってて、すごく楽しかったんですよね。でも楽しすぎて、ハマりすぎて、配信しすぎて、喉がちょっと痛くなってしまって、声が出なくなっちゃったんですよね。今でもたくさん喋ると声が出にくくなったりしちゃいます。それで大好きだったライブ配信を卒業することになって、ライブ配信から離れることになりました。ライブ配信を卒業して、次何やろうかなって思ってたんですよね。その時にやっぱりまた海外で働いてみたいみたいな気持ちが結構強くって、思い切ってちょっと海外に転職できるように頑張ろうと思って動き出していました。でも本当にその時はやりたいことが見つかんなくて、すごく苦しい時期でした。運よくその時にフィリピンのセブ島にある日系の会社に仕事が決まって移住することになりました。で、日系の会社だったんですけど、働いてたのは日本人だけじゃなくって、メインはフィリピン人の方がすごくたくさん働いていて、あとは韓国とか中国とかアラブ系の方だったりとか、あとベトナムとかアメリカ人の方も一緒に働いていました。で、フィリピンで生活してて、でその時にあるフィリピン人のお友達と出会ったのがきっかけで日本語を教えるようになって、今日本語教師としてお仕事をしています。今振り返ってみると、働き方も全然違うし、住んでいる場所も全然違います。でも全部自分で選んだ道だったから後悔は一つもないです。そして今では日本語を教えるという素晴らしいお仕事に出会うことができて、でもそれは今までのキャリアがあったし、いろんなチャレンジをしてきたからこのお仕事に出会えたんだなってちょっと思っています。で、ここからは今までたくさんの働き方や仕事をしてきた私が気づいた働く上で3つの大切なことを紹介します。まず1つは自分で選ぶということです。もちろん最初のキャリアとかは社会に出たこともないし、働くことが初めてな場合は、例えば親だったりとか学校の先生だったりにアドバイスされて仕事を選ぶこともあると思います。そこで素敵な仕事に出会ってずっと続けている方もいらっしゃると思うんですけど、もしキャリアに悩むことがあるんだったら、まずは自分で調べて情報を集めてみたり、いろんなことにチャレンジするみたいなことは自分の意思で決めることがすごく大事だなと思っています。もちろん仕事を選べるっていう状況はとてもラッキーなことだと思います。だけどそのチャンスをつかむためにも私は今までたくさん努力してきました。昔から平凡で普通な人生は私にとっては刺激が少ないな、楽しくないな、つまんないなと思っていたので、自分で選択してキャリアを変えて勇気を出して挑戦してきて、今はすごく良かったなと思っています。でもさっきも言ったけど、仕事を選べるっていうこと自体がすごくラッキーなことではあると思うので、私はその教育とかスキルとかを学ぶことでそのチャンスをつかめるようになったらいいなって思っているので、今は日本語を教えて日本で働きたいっていう方のサポートもしています。2つ目はチャンスは今しかないということです。皆さんチャンスの神様って知ってますか？ギリシャ神話に出てくるカルロスっていう神様は
前髪があるんだけど後ろの髪がハゲてるんですね。これはつまりチャンスは目の前を過ぎてしまうともうつかめないって意味なんですよね。でも本当にその通りだなと思ってて、チャンスが来た時に手を伸ばして捕まえないともう戻ってこない。怖いけど、怖くて勇気がいるけど、来たチャンスは絶対に掴む。これを私は今も大事にしています。今までもチャンスがあるなと思ってもなかなか踏み出せなかった時、たくさん私にもありました。でもその時にやっぱり後悔たくさんしてきたんですよね。なので今は絶対に来たチャンスは一旦掴んでみるってことをやっています。3、ノートに今の気持ちを書き出すこと。これジャーナリングって言うんだけど、キャリアに迷った時とか、これから何したいんだっけとか、あとやりたいことはたくさんあるけど何すればいいかなって迷っている時に今の気持ちを書き出すということをやっていました。ポイントは誰にも見せないという前提で今の気持ちを正直に書くことです。本当は自分って何したいんだっけとか、何が不安で踏み出せないのか。書くことで頭と心が整理されて前向きな気持ちになれます。これは今日本語を勉強しているみんなにもおすすめの方法です。例えば、なんで日本語を勉強したいのか、なんで日本に行きたいのか、なんで日本が好きなのか、日本に行ったらどんなことをしたいのか。これをノートに書くことでモチベーションが下がりづらくなったり、目標がはっきりするはずです。なのでぜひ一度自分の気持ちを正直に紙に書き出してみたりしてみてください。そうすることで今日からやるべきことがはっきり分かったりとか、自分と向き合うことで本当はこんなことがやりたいっていう自分の気持ちに気づけるはずです。では最後に今日のエピソードのまとめと最後に特典のお知らせをします。今日のエピソードでは私がこれまでどんなキャリアを歩んできたのか、そしてその中で気づいた働くことへの価値観についてお話ししてきました。いろんな経験をしてきたけど、一つだけ言えるのは全部自分で選んできた道だっていうこと。うまくいかなかったこともあるし、迷って動けなくなっちゃったみたいな時期もたくさんあったけど、それでもやってみたいっていう気持ちにジャーナリングを通して気づいてチャレンジしてきたからこそ今の私があります。今私は働くことだったり仕事にとてもやりがいを感じているし、もっともっと仕事頑張りたいなと思っています。そしてこの経験の中で大切だなと思ったことを3つまとめます。1つは自分で選ぶこと。2つ目はチャンスは一瞬しかないからちゃんと掴もうということ。3つ目は気持ちをノートに書き出すこと。今これを聞いているみんなも何かに迷っていたり、日本語の勉強なんか続かないなって思ってたりとか、これからどうしようかなと思ってる人がいたら、この3つだけ意識してやってみてほしいです。私自身もやりたいことたくさんあって、新しいプロジェクトも今進めていて、たくさん挑戦しているんだけど、いつか新しいプロジェクトについてお話ができる日が来たら、またここでお話ししたいと思います。そしてここまで聞いてくれたあなたに特典があります。さっき気持ちを書き出すことで目標に近づけるジャーナリングのお話をしたんだけど、その中にはきっと何書けばいいのって思った方もいるかもしれません。そんな方のためにノーションで使えるジャーナリングテンプレートを用意しました。気持ちを書き出すヒントになるかなと思うので、ぜひ使ってみてください。概要欄にリンクがあるので無料で受け取れます。ということで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またねー。